皆さんこんにちは、立花さゆりです。やらなあかん、でも今日動きたくない、そんな日ありませんか？誰でもありますよね。私もあります。そういう時に私が実践している3つのことを皆さんに今日お伝えしたいと思いました。一番伝えたいのは、行動が行動を生むっていうことです。どういうことかって言ったら、私たちの脳って行動した後にやる気を出すっていう仕組みなんですよね。では結論からいきます。自然の中を散歩して脳と頭をリセットすることです。そして2つ目です。マインドフルネスをすることです。そして3つ目は集中できる環境づくりをすることです。これらを順を追って解説していきます。皆さんよかったらぜひ最後まで見てください。まず1つ目の自然の中を散歩して脳と頭をリセットすることです。実は今日のこの台本、私の散歩の時に生まれたアイディアでした。私結構やる気が出ない時とかアイディアが湧かない時っていつも近くの公園に行って散歩してます。で、私はいつもオーディブルを聞きながら散歩してます。だいたい時間で言うと短かったら15分、長かったら1時間ぐらい歩いてます。自然の中を歩くと気持ちも落ち着きますし、頭の中も整理されます。で、戻ってきた時はよし、仕事に取り掛かろうっていう気持ちに自然に切り替わってます。やる気がないから動けないんじゃなくて、体を動かしたらやる気も自然に出てきます。もし近くに公園がなくても大丈夫です。外をちょっとだけでも歩くだけで気分転換になります。皆さんぜひ試してみてください。では2つ目のマインドフルネスをやって頭の中を整理することです。瞑想って聞くと結構難しく感じる人多いかもしれないです。でもマインドフルネスは簡単です。やり方はとても簡単です。椅子に座るか、もしくは横になるか。一番おすすめしたいのはあぐらかいて座ることです。そして目を閉じて自分の呼吸だけに意識を向けます。吸う息、吐く息、吸う息、吐く息、鼻から吸って鼻から吐く。これだけです。やる気が出ない時ってだいたい頭の中をめんどくさい、今日動きたくない、失敗したらどうしよう、こういった雑念がほとんど占めてます。その状態だったらなかなか動けないですよね。マインドフルネスをするとその頭の中の雑念が静かになってくれて、頭の中がだんだんクリアになっていきます。私このマインドフルネスをコーチングのクライアントさんにもとても強くお勧めしております。私は瞑想をなるべく毎朝やってるんですよ。もう5分だけでもいいんです。すると不思議なぐらい集中力が一日中続きます。実はこの瞑想とマインドフルネスはワーキングメモリーにとてもいい影響があるって言われてるんです。このワーキングメモリーについてまた別の動画でお話ししたいと思ってます。チャンネル登録まだの方、今のうちにチャンネル登録と、そしてベルマークもオンにしといてください。はい、では3つ目の集中できる環境づくりをする。私たちって環境にめちゃめちゃ大きく影響されます。なので集中したいときは集中できる環境を先に作ることがとても大事です。例えばテレビを消す、スマホを手の届かないところに置く、そして通知もオフにしておくなど。そして私にもう一つ習慣があります。原稿を書いたりプログラムを考えたり、集中したいときはクラシック音楽をポータブルスピーカーで必ず流してます。これを続けてると脳がクラシック音楽が流れてきたら仕事の時間っていう風に覚えてくれてるんです。これを心理学では条件付けっていうんですよ。一度その習慣が身につくと音楽が流れるだけで自然と集中モードに入って、そして作業もとてもスムーズに進むようになります。自分だけの集中スイッチを作っておくのもとてもおすすめです。はい、では今日のお話をまとめます。
今日皆さんにご紹介した方法は3つです。まず1つ目は自然の中を散歩することです。そして2つ目はマインドフルネスで呼吸を整えることです。そして3つ目は集中できる環境を先に作ることです。やる気っていうのは待っても待ってもなかなかやってきません。でも小さな行動から始めると、その行動が次の行動を生み、やがて大きな成果につながっていきます。皆さんこの3つのうち1つだけでも明日から実践してみてください。はい、ではここで皆さんに質問です。今日の動画を見ていただいて、この3つのうちにこれは絶対にやってみたいっていうものありましたか？あったらぜひコメント欄で宣言してください。宣言すると実行率も上がりやすくなります。はい、では続きましてさゆり先生の小話コーナーです。どうぞ。はい、ではさゆり先生の小話コーナーが始まりました。イエーイ、今日のお話の中で集中して作業したいときは小さいスピーカーでクラシック音楽を聴いてるって話しましたが、他の時、例えばメイクする時とかお掃除する時に他の音楽に最近めっちゃハマってます。それがどんなんかって言ったら、昭和の歌を他の歌手がアコースティック風にカバーした歌を聴くのが最近ハマってます。昭和の歌ってめっちゃいいですよね。で特にハマってるのが YouTube にありますミス王者のワインレッドの心です。めっちゃいい。でしかも私一緒に熱唱してるんですよ、聴きながら毎回ほんでそろそろ近所の人からクレーム入るんちゃうかなと思ってるんですよ。うるさいとかじゃなくて、令和の曲も覚えてくださいってクレーム来そう古すぎてはい、皆さん今日の動画いかがだったでしょうか？ぜひいいねボタンと、そしてチャンネル登録、そしてベルマークもオンにしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。